こちらのこれもイギリスのグリーンデニムジャケット。年代でいうと大体作られたのが1930年から50年ぐらいの。グリーンデニムってなかなかちょっと見たことがなかったんで、僕の中で本当によくあるインディゴのね、ネイビーしか見たことなかったんですけど、まずこの色合い、これ僕が一番最初に影響を受けたアイテムになります。こんにちは。代々木公園近くで古着屋をやっておりますアミーチの中野です。よろしくお願いします。アミーチがイタリア語にまずなります。でイタリア語で親友とか親しい友人っていう意味合いになって、友達ん家に行く感覚、もうラフな感じで来てほしいだったり、あとちょっと僕服装的にもそうなんですけど、前職がちょっとオーダースーツ屋で働いてたっていうのもあって、ちょっとイタリアに馴染みとかがあったので、それも含めてちょっとイタリア語で親友、親しい友人っていうアミーチっていう名前を付けさせていただきました。スーツに関してでいくと、まずスーツってファッションの根源になるので、ファッションのまず基礎っていうところを学びたい。プラス洋服の接客しててもなんかサイズ感とか知らないのに接客してても説得力がないなと思って、まずスーツで洋服のちゃんとしたサイズ感を、洋服の作りみたいな部分を学ぶことによって接客する時に説得力があるなと思って、スーツっていうところにちょっと重きを置いて就職しました。アミーチに関しては、僕がちょっと綺麗なものが好きなので、結構そのヨーロッパ系の、ミリタリーとかワークとかそういったものをちょっと重点的に置いてまして、あとは僕の完全なちょっと趣味で、僕ヨーロッパ関係なく好きなものを、はい、今ちょっとこちらに多分あると思うんですけど、僕スター・ウォーズがめちゃくちゃ大好きで、こうやってちょっとフィギュアを並べて鑑賞しながら、これも一応商品として置かせてもらってます。こちらどうぞ商品ご案内させていただきます。まず入ってすぐにちょっと僕のちょっともう趣味コーナーみたいな感じで、もう T シャツがちょっと山盛りあるんですけど、8割型スター・ウォーズの T シャツになってます。他にもちょっとシネマ T っていう感じで他の映画とかもあるんですけど、これで一応今のところまだ10分の1ぐらいの商品量になります。じゃあまずこれがちょっと定番なんですけど、これは一番最初のスター・ウォーズですね。エピソード4の映画のチラシの T シャツでしたり、あとはこの辺とかも、この辺はゴッホの絵のタッチで描いたスター・ウォーズ、はい、この辺はちょっと完全パロディになっちゃうんですけど、ダース・ベイダーの登場曲の楽譜になったプリント T になってます。そうですね、結構本当にもう普通の、ね、ポスターのプリントもそうですし、ちょっとネタになってるプリント T とかもあります。いやちょっと僕も覚えてないくらい何種類ですかね分かんないですけど、日本で一番あるかもしれないです。それぐらいちょっとありますじゃ続いて奥が一応こちらとこちらが一応レディースのラックになってまして、こちらとかだとワンピースとかですね、レディースのワンピースとか、次がこちらですね。こちらに関してはミリタリーの例えばですけど、こういったスリーピングシャツとか、スリーピングシャツはもともと軍の人たちが寝る時に、もう名前の通り寝る時に着るシャツですね、もともとは。ただ今現代だとファッションとしてはもう本当に普通の白シャツ感覚で着るアイテムになります。着なくなったら本当に寝巻きとしてもね、寝巻きに回してもらったりもできるので、こちらはもう完全にちょっとヨーロッパのミリタリーのアイテムが、ジャケットだったりトップスを主に置いているような、例えばこの辺が1900大体5、60年代のスウェーデンの囚人服です。プリズナージャケット、おしゃれですよね。生地は綿100でもう本当に通年使えるような感じで、ちょっと面白いのがグリーンの生地にブラウンの糸ですねを混ぜてるんで、
光の当たり方とか角度でちょっと生地の表情が変わるというか、それがまたちょっとおしゃれだなというか、はいですね。こういったのもありますし、その流れでいくと、これも僕がちょっと好きなシャツで、イタリアのこれも囚人のシャツになります。これもちょっと色の配色とかちょっとさすがイタリアだなっていう、ね、このちょっと白じゃない生成りのネップ感が、この辺ちょっとやっぱ昔のシャツっぽいで、生地もすごい打ち込みがしっかりしてすごい硬くてすごいですよね。やっぱこの辺はちょっとさすがイタリアっていう感じの。今度この辺りですね。この辺はもうちょっとパンツコーナーで軍パンだったりワークパンツがあるイメージで、例えばですけど、これは迷彩なんですけど、これはちょっとこれからの時期なんですけど、メッシュカモフラのパンツですごいちょっとこれから真夏にすごい涼しい。これはソ連軍のスナイパーパンツって言って、名前通りそのスナイパーの方々が隠れるカモフラージュするために履いてたパンツですね。今度こっちも軍パンで、こっちは割ときれいめなスラックス系を主に置いております。例えば、うちのちょっと定番になるんですけど、イギリス軍のドレスパンツですね。そうですね、サイドアジャスターがついて、僕ちょっとこれが好きなんですねサイドアジャスターが。でこれもイギリス軍なんですけど、イギリスのオーダースーツのテーラーさんとかがパンツのパターンを仕立ててるんで、なんでもう本当にこれはちょっとシルエットは一押しですね。サイズももううちはウエスト68も女性が履けるサイズから、これだと104、本当ほぼ全サイズって言っていいぐらい揃えてます。うちは多分パンツに関しては他の店より多分量はめちゃくちゃ多いかもしれないです。これも単純にちょっと僕がパンツが好きでパンツばっか仕入れちゃうっていう。あとは最近ちょっと始めさせていただいた古着屋でできるオーダーっていう意味で、オーダースーツもちょっとできるように最近うちでやってるのは、フルオーダーって言って完全にもう採寸とかをして、そこからもうお客様の体型に合うようなもうスーツを作るっていうベースになるんですけど、生地とかはこんな感じ、結構カラフルなものもありつつ、あとはもうたくさん、これはちょっと一部でしかないんですけど、生地が何種類あるか全然覚えてないですけどたくさんあります。これはアイリッシュリネンっていうちょっとイギリスの方ですねのオールリネンのスーツ、オーダースーツになります。まず、こだわりとしてでいくと、結構そのポケットのところで普通結構ここフラップっていうちょっと蓋があったりとかするんですけど、まずこの蓋をない状態で作ったりもそうですし、あとパンツはそうですね、こういう感じでベルトレス、もうベルトしない、ベルトループを通さない状態のやつにサイドアジャスターをつけたりとか、こんな感じですこちらのこれですね、これがちょっと僕の中ではこれもイギリスのアイテムなんですけど、イギリス軍のグリーンデニムジャケット、年代でいうと大体作られたのが1930年から50年ぐらいのアイテム。結構見た目にしては結構古くて、これ僕が一番最初にヨーロッパの古着を影響を受けたアイテムになります。まずは、パッと見のこの色合い、グリーンデニムってなかなかちょっと見たことがなかったんで、僕の中で本当によくあるインディゴのねネイビーしか見たことなかったんですけど、まずこの色合いがすごい素敵だなって思ったのと、あと僕好きなのは結構この下のベルトの感じですね。この生地1枚でここまでつなげてね作ってたりするような、一個一個すごい丁寧に作られてるなっていう、そういうところにちょっと影響を受けました一見ミリタリーですけど、あんまりミリタリーっぽくないというか、ハイブランドさんとかセレクトとかで置いてそうな感じで、僕もなんか古着は最初ちょっとなんかね正直抵抗があったんですけど、そういう感じをね全然出てなくて、でも新品に近い雰囲気で、そこから古着っていいなっていうところから入り、あとはなんかもともとやっぱ
綺麗なアイテムが好きだったんで、これヨーロッパものだったらなんかいい意味でこれもそうですけどミリタリーっぽくなかったり、そういうところがすごい僕が好きになったところですね。はい、うちの良さでいくと、僕は古着が好きなくせにあんまりボロボロだったり汚れてるのがそんな好きじゃないんで、割と他の店よりはちょっとデッドストックだったりユーズドでも結構綺麗な状態のものが結構多いかな。そこがちょっとうちのポイントというか、他の店とのちょっと違いかなって思います。もちろんね、そのユーズド感がかっこいいって思う人ももちろんいると思うんですよ。単純にこれはちょっと僕がもう昔からずっと綺麗なものが好きだったので、そこはちょっとずっと貫きたいなっていう。はい。